宗坂の村を歩く東シナ海に浮かぶ鹿児島県甑列島の集落町並みを一つ一つ訪ねていきます。今回は一番北にある上甑島です。今回はですね、鹿児島県は甑列島にやってきました。北から上甑島、中甑島、下甑島と3つの島が並んでおります。この島にある集落町並みを一つ一つ歩いていきたいと思います。それでは北からスタートです。ここは甑列島の玄関口、上甑の里港です。で、この里という町なんですが、向こうに見える山、東御山っていうんですけど、あの山とですね、上甑島との間の砂州、トンボロ地形っていうんですけどね、その上に町が形成されています。日本三大トンボロの一つと言われてまして、函館ですね、それから紀伊半島の先端にある串本、そしてこの上甑島の里です。そっか、旧里村役場、今は薩摩川内市なんですね。早速出てきました。とんでもなく高い石垣、石塀か。これがね、この町の集落の特徴です。これトンボロ地形ですからね、風が強いんですね。なもんで高く石を積んでですね、風を遮ってるわけですが、その上にはね、薩摩ならではです。生垣がね、あります。わあ、すごい。ちょっとこっち行ってみようか。結構ありますね。石はね、ゴロタ石、丸いですね。浜から拾ってきた石です。本当にこのゴロタ石、丸石を単純に積んでるんだな。いやいや、見事ですね。一つ一つ入っちゃうの、これ。見事見事。垣根がきちっと刈り込まれてる。ここはそっか、こっち側がもともとのへりで、駐車場を車を入れるためにこっちは崩してますね。やっぱりこういう特徴のある集落に出会うと興奮しますね。道を広げたところはね、石垣がなくてコンクリート塀に変わってるんですけど、高いですよね。道を広げたんでコンクリート塀になってるんですけど、かつて玄関があったところには石垣が残っていると。で、隣の岸との間には石垣が残っているということですね。あ、いいですね、この街並みね。これ全部石垣だったらすごいな。あ、古そうだね。町の北端までやってきました。東御山のふもと、道が上がってってんで、ちょっとあれ登ってみましょう。俯瞰できるかな。眺めが良さそうな場所があるなと思ったら、やっぱり墓地ですね。墓地の上まで登ってきました。どうですか、トンボロ地形感じられるでしょうか。西側も東側と同じように松林ですね。で、一番手前のところの石垣が一番高い。そう。だからね、これもね、築堤になってるんですよ。ほら、こういう風にね、
石積みが高い、石塀が高いんです。でこの高い石塀が築かれていて、その外側は松林と、トンボの西側の浜、西の浜です。あの山が遠見山で、こちらが上甑島本土。 2.5 メーターぐらいの高さで石積みがあって、でこの内側も垣根はね 2.5 メートルぐらいっていうのは、やっぱり乃木坂が 2.5 メートルぐらいですからね。一番綺麗かな。ああ、入り口がねこうなってる。やっぱり武家屋敷みたいだね。っていうか武家屋敷の作りがね、中が見えないようになっている。敷地と敷地の境界線のところよく見えます。鹿児島県にはですね、あちこちに武家屋敷町、いわゆる麓集落が見られます。ここにあるのは今12かな。武家屋敷群麓集落として、その面影を残しているのはこれだけあるということですよね。津口番所跡、ここで異国船の出入りや積み荷をですね監視するために設けられた薩摩藩の番所跡。はい、スーパーマーケットの BGM が流れておりますこれが里麓武家屋敷通り。ここからね町が始まります。はい、町の入り口には八幡神社があります。さあ行きましょうスーパーマーケットの BGM がねちょっとこの街並みの BGM としては合いませんけれども、しょうがないですね。どうですかね、よく残ってるでしょう。さっきの西山地区も同じような感じなんですがね、これが原型。鹿児島県島津藩ですけれどもね、島津藩の政策として城下町を一箇所に作るんじゃなくて、藩の全体をですね防備するために物資をこう散りばめて各地にですね武家屋敷町を作ったんですね。麓集落、それがね各地にあります。大体こういう作りですね。有名なのは知覧、それから入木とかありますけれどもね、石垣があってその上に生垣があるということでございます。でもよくね景観が残ってますね。これね集落の背骨の道なんですけどね、石塀がすっかりブロック塀に変わってますね。ここもね西の浜と同じように軒が揃って同じような大きさの寄せ棟の瓦屋根の家が並んでますね。でここからまた石垣石塀が復活しましたね。でこの道武家屋敷通り、ここだけね石垣が完璧に残ってんだ。車道にした時に道幅が広かったんで、もともと石垣石塀を壊す必要はなかったのかもしれない。上五島の一番西にあります桑の浦集落です。湾が深く入り込んだところにありますのでね、水面が穏やかですね。おはようございます。この集落今何人ぐらいお住まいですか？何人お住まいですか？20人ぐらい？20人ぐらいっておっしゃってましたね。でも古い家ありますね。いいな俺。やはり軍港ですね。小さな集落なんですが、朝一番の散策は気持ちいいですね。
港に近いところは石垣が残ってます。ここの街並みがいいな。瀬上集落です。おはようございます。こんにちは。一番奥にあります春日神社。この瀬上集落は上高敷の割と西部にあります。で、入り江のようになってましてね、その入り江が川に切り替わっていくんですけど、その川に沿ってですね、集落がずっと長くできております。奥の方から海に向かって歩いてきます。左手が川で右手が山ですので、左にね落ちていく斜面になってます。お、メインストリートですかね。人ん家に入っていっちゃうのこれ。これ人ん家か。あれ、いや、これ道だね。道ということにしましょう。でもね、これ側溝がずっとあるからいいと思うんですよ、歩いて。うん。ここが港か。船だまり。港っつか船だまりだね。そういうことか。入り江のね、対岸にいっぱい家があるから、あっちが漁港なんじゃないのかな。上甑島の中甑です。向こうに見える島は中甑島。ややこしいですね。右手の吊り橋が甑大明神橋で、左手のアーチ橋が鹿子大橋。かなりな町ですね。なんか里よりもこっちの方が栄えてるイメージがあるな。中甑集落、この道は海岸線に平行の横道ですけど、西からね東に向かって歩いていきましょう。由緒ありそうな石垣だぞ。古い家なんだろうな。石垣こそないですけど民家は古そうですね。中甑にもねいい街並みがあるよっていう情報があったんで来たんですけどね、めぼしいものがないね。石垣が見えてきた。これか。ここだ。ここにありました。この道はね川に沿ってんですよ。ですから海岸線に対しては垂直方向なんですね。川沿いの道に残ってましたね。このでっかい家は何だ。何も書いてない。
上甑島の永石地区です。中甑集落から山を一つ越えてきました。上甑の中で一番なんていうのかな、奥地っていうのかな、そういう場所なんじゃないですかね。集落の一番西の端、ここにお宮さんがありますので、本当に一番端っこだと思うんですけどね。見てください。大きな集落ですよ。湾を取り囲んでね、家があそこまで続いている。このように海岸沿いにはですね、高い石垣石塀が並んでいます。どうなってるんですかね、ここは。ここから入れるな。行ってみよう。面白いね。どっかあったな、こういうところ。瀬戸内海かな。低い石垣がね、ずっとあるところ。面白いな、ここも。でもね、海抜4メーターだから、少しでもこう敷地を上げてんだろうな。ちょうど集落のど真ん中なんだけど神社がある。面白い。はい、集落の一番東側まで来ました。いいところですね。大きい。しかも向こうに見えるのは中甑島、そして下甑島です。海が静かだな。めっちゃ綺麗な夕日でしょ。海坂の村を歩く甑島編。今回はその第1回ということで上甑島をひたすら歩きました。いかがだったでしょうか。次回はですね、中甑島と下甑島の北部を歩きます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。Growing up, falling in love.
they passed. But then I found some